本飯 MDS です。ついに完成したぞ。熱を帯びた鉱物完全放置収集施設や。今までの施設も効率自体は悪くなかった。でもどれも自分で回収しないといけなくて目を離せなかった。けれど今回は違う。もうちまちました回収に煩わされる生活とはおさらば。早速放置や。めっちゃアイテムバグってるー。改めましてコンメシ MDS です。ということで、めちゃくちゃ効率のいい熱を帯びた鉱物放置施設ができました。ちょっと効率を見てみましょう。動かして1時間ほど放置すると、これは早い。しかも楽ちん。ちょっと問題点もあるんだけど、現状この施設を使っとけば OK だと思います。問題点は2つあって、1つはさっきも見てもらったアイテムバグ。この施設アイテム生産速度がめちゃくちゃ速いんだよね。そのせいかわからないんだけど、結構な確率でアイテムがバグります。このバグは今のアルファ版では修正されているらしいので、アップデが来れば解決はするのかな。現状できる対処法はバグアイテムを回収することくらいかな。バグアイテムを減らすと多少改善できるので、バグアイテムが流れる部分に逆向きのコンベアを置いています。重くなってきたらバグアイテムが溜まってる証拠なので回収しましょう。もう一つは親となるものが落ちちゃうことがあるんだよね。スプリンクラーの水で物は増えるんだけど、増えるのは1匹につき1匹までなので、親となるものが落ちちゃうと施設が止まります。いろいろ試してみたんだけど、これは残念ながら解決できませんでした。こればっかりは物の動きによって変わってくるみたいで、制御できなかったんだよね。本当にまちまちで、10分で止まることもあれば15時間ぐらい動かしても終わらないこともある。そんな感じ。いろいろ試した結果、コンベア部分で工夫すれば安定度は上がりました。まず基本形としては、微調整なしでこの形に床とコンベアを置くだけ。簡単だけどそんなに長時間は持たないね。改良形はまずこの部分は全部床にします。そしてさっきコンベアを置いていた位置よりも少し下げた位置にコンベアを置きます。これだけ。明らかにこの形の方が安定感は増してるから、たくさん集めるならこっちがおすすめだね。ただこれでも完璧ではないから 100% 止まらない施設が作れたらコメントで教えて。それではこの施設の作り方の前にここで問題。スプリンクラーは何秒放水して何秒止水するでしょう。答えは8秒半放水して6秒半止水します。意外じゃない？なんかもっと長い時間放水してるイメージあったからびっくりしたよ。合わせて15秒周期で動いているので、今回の施設では3秒ごとに5個のスプリンクラーを置いています。それでは作り方。まず物が落ちる穴の位置を決めます。下から吹き上がる溶岩が施設に届かないように気をつけてください。位置が決まったらスプリンクラーを置くための足場を配置します。さっき紹介した置き方でコンベアと床を配置します。3段ほど壁を設置します。穴側は壁はいりません。そしてこの位置に高速コンベアと床を置きます。次に処理部分。ここが一番大変だね。落下したものがちゃんと浸かるように水面より少し下にコンベアを配置します。この後上りコンベアに接続させるので位置に気をつけてください。次にアイテムを上に持ち運べるようにコンベアを配置します。仕分けマシンで熱を帯びた鉱物とそれ以外を仕分けます。いらない方を回収するコンテナを配置します。死に損ないが流れてくることがあるので、コンベアを沈めて配置します。バグアイテムがたくさん発生する場合は、そのラインに逆向きのコンベアを置きましょう。あとは熱を帯びた鉱物を回収するコンテナを安全な位置に置けば施設は完成。ちなみにスプリンクラーをまだ置いていないのには理由があります。スプリンクラーはリログのたびにタイミングが同期されちゃうから置き直す必要があるんだよね。なので
放置するときにこの位置から3秒ごとに1、2、3、4、5。これで OK です。スプリンクラーを置いたら、上に置いた床からコンベアに向かって物を1匹投げる。あとは安全なところに立って眺めておきましょう。地獄ではまだモノリスが使えないので、離れすぎないように気をつけてください。ということで、熱を帯びた鉱物完全放置収集施設でした。感想やリクエストがあったらぜひコメントしてください。ほぼ毎日ライブ配信もしているので、見に来てくれたら嬉しいです。最後にこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価の方もお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。